のささやきの朗読や幼い頃に体験したとても恐ろしい出来事について話します。その当時、私は小学生で、妹、姉、母親と一緒にどこにでもあるような小さいアパートに住んでいました。夜になったらいつもの畳の部屋で家族揃って枕を並べて寝ていました。ある夜、母親が体調を崩し、母に頼まれて私が消灯をすることになったのです。洗面所と居間の電気を消し、テレビ等も消して、それから畳の部屋に行き、母に家中の電気をすべて消したことを伝えてから、自分も布団に潜りました。横ではすでに妹が寝ています。普段よりずっと早い就寝だったので、その時私はなかなか眠れず、しばらくの間ぼーっと天井を眺めていました。すると突然、静まり返った部屋でという変な音が響いたんです。私は布団からガバッと起き、暗い部屋を見回しました。しかしそこには何もない。少ししてさっきとまた同じ音が聞こえてきました。どうやら今の方から鳴ったようです。隣にいた姉が、今の聞こえたと聞いてきました。空耳などではなかったようです。もう一度部屋の中を見回してみましたが、妹と母が寝ているだけで部屋には何もありません。おかしい。確かに金属のような音で、それもかなり近くで聞こえた。姉もさっきの音が気になったらしく、今を見てみると言いました。私も姉と一緒に寝室から出て、真っ暗な居間の中に入りました。そしてキッチンの近くからそっと居間を見ました。そこで私たちは見てしまったのです。居間の中央にあるテーブル、いつも私たちが食事をとったり団らんしたりするところ、そのテーブルの上に人が座っているのです。こちらに背を向けているので顔まではわかりません。でも腰のあたりまで伸びている長い髪の毛、ほっそりとした体格、身につけている白い浴衣のような着物から女であるということはわかりました。私はぞっとして姉の方を見ました。姉は私の視線には少しも気づかず、
その女に見入っていました。その女は真っ暗な居間の中で背筋をまっすぐに伸ばしたままテーブルの上で正座をしているようで、ピクリとも動きませんでした。私は恐ろしさのあまり足をガクガク震わせていました。声を出してはいけない。もし出せば恐ろしいことになる。その女はこちらに全く振り向く気配もなく、ただ正座をしながら私たちにその白い背中を向けているだけだった。私はとうとう耐えきれず、わーっと大声で何かを叫びながら寝室に飛び込んだ。母を叩き起こし、今に人がいると泣きわめいた。どうしたの、こんな夜中に。そういう母を引っ張って居間に連れて行った。居間の明かりをつけると、姉がテーブルのそばに立っていた。さっきの女はどこにもいません。テーブルの上もきちんと片付けられていて何もありません。しかしそこにいた姉の目はうつろでした。今でもはっきりとその時の姉の表情を覚えています。私と違って彼女は何かに怯えている様子はみじんもなく、テーブルの上だけをじっと見ていたんです。母が姉に何があったのか尋ねてみたところ、あそこに女の人がいたとだけ言いました。母は不思議そうな顔をしてテーブルを見ていましたが、早く寝なさいと言って三人で寝室に戻りました。私は布団の中で考えました。あれを見て叫び、寝室に行って母を起こして居間に連れてきたちょっとの間、姉は居間でずっとあれを見ていたんだろうか。姉の様子は普通じゃなかった。何か恐ろしいものを見たのでは、そう思っていました。そして次の日、姉に尋ねてみたんです。ねえ、お姉ちゃん、昨日のことなんだけど。そう聞いても姉は何も答えません。下を向いて沈黙するばかり。私はしつこく質問しました。すると姉は小さな声でボソッとつぶやきました。あんたが大きな声を出したから。それ以来姉は私に対して冷たくなりました。話しかければいつも明るく反応してくれていたのに、無視されることが多くなりました。そしてあの時のことを再び口にすることはありませんでした。あの時私の発した大声で、あの女は多分姉の方を振り向いたんです。姉はあの女と目が合ってしまったんだ
と想像できないほど恐ろしいものを見てしまったんだ。そう確信していましたが、時が経つにつれて次第にそのことも忘れていきました。中学に上がって受験生になった私は、毎日決まって自分の部屋で勉強するようになりました。姉は県外の高校に進学し、寮で生活をして家に帰ってくることはめったにありませんでした。ある夜、遅くまで机に向かっていると、扉の方からノックとは違う何かの音が聞こえました。かなりわずかな音です。金属っぽい音。それが何なのか思い出した私は、全身にどっと冷や汗が吹き出ました。これはあれだ。小さい頃に母が風邪をひいて、私が代わって消灯をした時の。また鳴りました。扉の向こうからさっきと全く同じ金属音。私はいよいよ怖くなり、妹の部屋の壁を叩いて、ねえ、ちょっと起きて、と叫びました。しかし妹はもう寝てしまっているのか、何の反応もありません。母は最近ずっと早寝をしている。とすれば、家の中でこの音に気づいているのは私だけ。一人だけ取り残されたような気分になりました。そしてもう一度あの音が。私はついにその音がどこで鳴っているのか分かってしまいました。そっと部屋の扉を開けました。真っ暗な短い廊下の向こう側にある居間。そこはカーテンから漏れる青白い外の光でぼんやりと照らし出されていた。キッチンのそばから居間を覗くと、テーブルの上にあの女がいた。幼い頃、姉と共に見たあの記憶が急速によみがえってきました。あの時と同じ姿で、その女は白い着物を着て、スラッとした背筋をピンと立て、テーブルの上できちんと正座をし、その後ろ姿だけを私に見せていました。今度ははっきりとその女から聞こえました。その時、私は声を出してしまいました。何と言ったかは覚えていませんが、またも声を出してしまったのです。すると女は私を振り返りました。女の顔と向き合った瞬間、私はもう気がおかしくなりそうでした。その女の両目には、ちょうど目の中にぴったりと収まる大きさの鉄釘が刺さっていた。
よく見ると両手には鈍器のようなものが握られている。そして口だけで笑いながらこう言った。あなたも、あなたたち家族も、おしまいね。ふふふふふ。次の日、気がつくと私は自分の部屋のベッドで寝ていました。私は少しして昨日何があったのかを思い出し、母に居間で寝ていた私を部屋まで運んでくれたのかと聞いてみましたが、何のことだというのです。妹に聞いても同じで、どうせ寝ぼけてたんでしょうが、とケラケラ笑われた。しかも私が部屋の壁を叩いた時には、妹はすでに熟睡していたとのことでした。そんなはずはない。私は確かに今であれを見て、そこで意識を失ったはずです。誰かが居間で倒れている私を見つけてベッドに運んだとしか考えられない。でも改めて思い出そうとしても頭がもやもやしていました。ただ最後のあのおぞましい表情とにやりと笑った口から出た言葉ははっきり覚えていました。私と家族がおしまいだと。異変はその日のうちに起こりました。私が夕方ごろ学校から帰ってきて玄関のドアを開けた時です。いつもなら居間には母がいてキッチンで夕食を作っているはずであるのに、居間の方は真っ暗でした。電気が消えています。お母さん、どこにいるの？私は玄関からそう言いましたが、家の中はしんと静まり返って、まるで人の気配がしません。鍵は開いているのに、かけ忘れて買い物にでも行ったのだろうか。のんきな母なので、たまにこういうこともあるのです。やれやれと思いながら靴を脱いで家に上がろうとしたその瞬間、居間の方で音がしました。私は全身の血という血が一気に凍りついたような気がしました。数年前と、そして昨日と全く同じあの音。ダメだ。これ以上ここにいてはいけない。恐怖への本能が理性をかき消しました。ドアを乱暴に開け、無我夢中でアパートの階段を駆け下りました。一体何があったのだろうか。お母さんはどこにいるの？妹は？と家族のことを考えて、さっきの音を何とかして忘れようとしました。これ以上あれのことを考えていると気が狂ってしまいそうだったんです。すっかり暗くなった路地を走りに走った挙句、
私は近くのスーパーに来ていました。お母さん、きっと買い物してるよね。一人でつぶやき、切れた息を取り戻しながら中に入りました。時間帯が時間帯なので、店の中に人はあまりいなかった。私と同じくらいの中学生らしき人もいれば、夕食の材料を調達しに来たと見える主婦っぽい人もいた。その至って通常の光景を見て、少しだけ気分が落ち着いてきたので、私は先ほど家で起こったことを考えました。真っ暗な居間、開いていた鍵、そしてあの金属音。家の中には誰もいなかったはず。あれ以外は。私が玄関先で母を呼んだ時のあの家の異様な静けさ。あの状態で人なんかいるはずがない。でも、もしいたら、私は玄関までしか入ってはいないので、ちゃんと中を見ていない。ただ、電気が消えていただけ。もしかすると母はどこかの部屋で寝ていて、私の声に気づかなかっただけかもしれない。何とかして確かめたい。そう思い、私は家に電話をかけてみることにしました。スーパーの脇にある公衆電話。お金を入れて震える指で慎重に番号を押していきました。受話器を持つ手の震えが止まりません。1回、2回、3回。コールの音が頭の奥まで響いてきます。ガチャッと誰かが電話を取りました。私は息を飲んだ。耐え難い瞬間。もしもし、どなたですか？その声は母だった。その穏やかな声を聞いて、私は少しほっとしました。もしもし、お母さん？あら、どうしたの？今日は随分と遅いじゃない。何かあったの？私の手は再び震え始めました。手だけじゃない。足もガクガク震え出して、立っているのがやっとでした。あまりにもおかしいです。いくら冷静さを失っていた私でも、この異常には気づきました。なんで？お母さん。え？なんでって、何が？ちょっと、大丈夫？本当にどうしたの？お母さんが今、こうやって電話に出れるはずはない。私の家には今にしか電話がないのです。さっき今にいたのはお母さんではなく、あの化け物だったのに。なのにどうして
この人は平然と電話に出ているんだろう。それに今日は随分と遅いじゃない。と、まるで最初から今までずっと家にいたかのようなあの言い方。私は電話の向こうで何気なく私と話をしている人物が得体の知れないもののようにしか見えなかった。そして乾ききった口から何とか絞って出した声がこれだった。あなたは誰なの？え？誰って。少しの間を置いて返事が聞こえた。あなたのお母さんよ。ふふふふ。1週間前の話。娘を連れてドライブへ行った。なんてことのない山道を進んでいって、途中のドライブインで飯を食って、で、娘を脅かそうと思って、舗装されていない脇道に入り込んだ。娘の静止が逆に面白くって、どんどん進んでいったんだ。そしたら、急にエンジンが止まってしまった。山奥だから携帯もつながらないし、車の知識もないから娘と途方に暮れてしまった。飯を食ったドライブインも歩いたら何時間かかるのか。それでしょうがないからその日は車中泊をして、次の日の朝から歩いてドライブインへ行くことにしたんだ。車内で寒さをしのいでいるうちに夜になった。夜の山って何も音がしないんだ。たまに風が吹いてきて木がざわざわ言うぐらいで。それでどんどん時間が過ぎてって、娘は助手席で寝てしまった。俺も寝るかと思って目を閉じたら、なんか聞こえてきた。今思い出しても気味が悪い。声だか音だかわからん感じで、天、そう、滅って何度も繰り返しているんだ。最初は聞き間違いだと思い込もうとして目を閉じたままにしてたんだけど、音がどんどん近づいてきている気がしてたまらなくなって目を開けたんだ。そしたら白いのっぺりとした何かがめちゃくちゃな動きをしながら車に近づいてくるのが見えた。形はウルトラマンのジャミラみたいな。頭がないシルエットで、足は一本に見えた。そいつが例えるなら、ケンケンしながら両手をめちゃくちゃに振り回して体全体をぶれさせながら向かってくる。めちゃくちゃ怖くて叫びそうになったけど、なぜかその時は隣で寝ている娘が起きないようにって変なとこに気が回って、叫ぶことも逃げることもできないでいた。そいつはどんどん車に近づいてきたんだけど、
どうも車の脇を通り過ぎていくようだった。通り過ぎる間も、天、そう、滅って音がずっと聞こえてた。音が遠ざかっていって、後ろを振り返っても、そいつの姿が見えなかったから、俺はほっとして娘の方を向き直ったら、そいつが助手席の窓の外にいた。近くで見たら頭がないと思っていたのに、胸のあたりに顔がついている。思い出したくもない恐ろしい顔でニタニタ笑っている。俺は怖いを通り越して娘に近づかれたって怒りが湧いてきて、この野郎って叫んだんだ。叫んだ途端、そいつは消えて娘が跳ね起きた。俺の怒鳴り声にびっくりして起きたのかと思って娘に謝ろうと思ったら、娘が入れた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 ってブツブツ言ってんだ。俺はやばいと思ってなんとかこの場を離れようとエンジンをダメ元でかけてみた。そしたらかかった。俺は急いで来た道を戻っていった。娘は隣でまだつぶやいている。早く人がいるところに行きたくて車を飛ばした。ようやく街の明かりが見えてきてちょっと安心したが、娘のつぶやきが入れた入れたから天そう滅にいつの間にか変わっていて、顔も娘の顔じゃないみたいになっていたんだ。家に帰るにも娘がこんな状態じゃって思って目についた寺に駆け込んだ。夜中だったが、寺の隣の住職が住んでいるところには明かりがついていて、娘を引きずりながらチャイムを押した。住職らしき人が出てきて娘を見るなり俺に向かって何をやったって言ってきた。山に入って変なやつを見たことを住職に言うと、残念そうな顔をして気休めにしかならないだろうがと言ってお経をあげて娘の肩と背中をバンバン叩き出した。住職が止まっていけって言うんで、娘が心配だったこともあって止めてもらうことにした。娘は山の毛に疲れたらしく、49日経ってもこの状態が続くなら一生このまま正気に戻ることはないらしい。住職はそうならないように娘を預かってなんとか山の毛を追い出す努力はしてみる、そう言ってくれた。妻にも俺と住職から電話をしてなんとか信じてもらった。住職が言うには、あのまま家に帰っていたら妻にも山の毛がついてしまっていたと、そう言われた。山の毛は
女につくらしく、完全に山の毛を抜くまでは、妻も娘に会えないらしい。それから1週間が経ったが、娘はまだ住職のところにいる。毎日様子を見には行っているが、もう娘じゃないみたいだ。何とも言えない目つきで俺を見てくる。早く元の娘に戻ってほしい。みんなは遊び半分で山には行くなよ。小中学校の頃は田舎者で世間知らずで、特に仲の良かった A と B と3人で毎日バカやって荒れた生活をしてたんだわ。俺と A は家族にもまるっきり見放されていたんだが、 B のお母さんだけは必ず構ってくれていた。まああくまで厳しい態度でだけど、なんだかんだ言って B のためにいろいろと動いてくれていた。その B の母子が中3のある時、かなりきつい喧嘩になった。内容は言わなかったが、精神的にお母さんを痛めつけたらしい。お母さんをズタボロに傷つけていたら、親父が帰ってきた。一目で状況を察した親父は、B を無視して黙ったまんまお母さんに近づいていった。服とか髪とかボロボロな上に、死んだ魚みたいな目で床を呆然と見つめているお母さんを見て、親父は B に話した。お前、ここまで人を踏みにじれるような人間になっちまったんだな。母さんがどれだけお前を思っているか、なんでわからないんだ。親父は B を見ず、お母さんを抱きしめながら話していたそうだ。うるせえよ。B は全く話を聞く気がなかった。だが親父は何ら反応する様子もなく、淡々と話を続けたらしい。お前、自分には怖いもんなんかなんもないと、そう思っているのか。ああ、ねえな。あるなら見せてもらいてえもんだ。親父は少し黙った後、話した。お前は俺の息子だ。母さんがお前をどれだけ心配しているかもよくわかっている。だがな、お前が母さんに対してこうやって踏みにじることしかできねえなら、俺にも考えがある。これは父としてではなく、一人の人間、他人として話す。先にはっきりと言っておくが、俺がこれを話すのは、お前が死んでも構わんと覚悟した証拠だ。それでいいなら聞け。その言葉に何か凄まじい気迫みたいなものを感じたらしいが、いいから話してみろ、と煽った。森の中で立ち入り禁止になっている場所を知っているよな。
あそこに入って奥へ進んでみろ。あとは行けばわかる。そこで今みたいに暴れてみろよ。できるもんならな。親父が言う森っていうのは、俺たちが住んでいるところに小規模の山があって、その麓にある場所、樹海みたいなもんかな。山自体は普通に入れるし、森全体も普通なんだが、中に入っていくと途中で立ち入り禁止になっている区域がある。言ってみれば、四角の中に小さい円を描いて、その円の中には入るなってのと同じで、極めて部分的。2メートル近い高さの柵で覆われ、柵には太い網と有刺鉄線、柵全体には連なった白い紙が絡まっていて、大小いろんな鈴が無数についている。変に部分的なせいで柵自体の並びもいびつだし、とにかく尋常じゃないの一言に尽きる。あと特定の日に巫女さんが入り口に数人集まっているのをたまに見かけるんだが、その日は付近一帯が立ち入り禁止になるため、何をしているのかは謎だった。いろんな噂が飛び交ってはいたが、カルト教団の洗脳施設があるってのが一番広まっていた噂。そもそもその時点で行くのが面倒だから、その奥まで行ったって話はほとんどなかったな。親父は B の返事を待たずにお母さんを連れて2階に上がっていった。 B はそのまま家を出て、待ち合わせていた俺と A と合流。そこで俺たちも話を聞いた。お前の親父がそこまで言うなんて相当だな。噂じゃカルト教団のアジトだっけ。捕まって洗脳されちまえってことかな。怖いっちゃ怖いが、どうすんだ？行くのか？何ビビってんだよ。行くに決まってんだろ。どうせ親父のハったりだ。面白半分で俺と A もついていき、3人でそこへ向かうことになった。あれこれ道具を用意して、時間は夜中の1時過ぎぐらいだったかな。意気揚々と現場に到着し、持ってきた懐中電灯で前を照らしながら森へ入っていった。軽装でも進んでいけるような道だし、俺たちは直旅だったんで、問題の地点へは40分近くは歩かないといけない。ところが入って5分もしないうちにおかしなことになった。俺たちが入って歩き出したのとほぼ同じタイミングで、何か音が遠くから聞こえ始めた。夜の静けさがやたらとその音を強調させる。それに最初に気づいたのは B だった。おい、なんか聞こえねえか？ B の言葉で耳を澄ませてみると、確かに聞こえた。落ち葉を引きずるカサカサという音と、枝がパキッパキッと
折れる音。それが遠くの方からかすかに聞こえてきている。遠くからかすかにというせいもあって、さほど恐怖は感じなかった。人って考える前に動物ぐらいいるだろう。そんな思いもあり、構わず進んでいった。動物だと考えてから気にしなくなったが、そのまま20分ぐらい進んできたところで、また B が何かに気づき、俺と A の足を止めた。A、お前だけちょっと歩いてみてくれ。はあ？なんでだよ。いいから早く。A が不思議そうに一人で前へ歩き、またこっちへ戻ってくる。それを見て B は考え込むような表情になった。おい、何なんだよ。説明しろよ。俺たちがそう言うと、静かにしてよーく聞いててみ。と A にさせたように一人で前へ歩いていき、またこっちに戻ってきた。二度三度繰り返して、ようやく俺たちも気づいた。遠くからかすかに聞こえてきているこの音は、俺たちの動きに合わせていた。俺たちが歩き出せば、その音も歩き出し、俺たちが立ち止まると、音も止まる。まるで、こっちの様子が分かっているようだった。何かひんやりした空気を感じずにはいられなかった。周囲に俺たちが持つ以外の光はない。月は出ているが、木々に遮られ、ほとんど意味はなかった。懐中電灯をつけてんだから、こっちの位置がわかるのは不思議ではない。だが、一緒に歩いている俺たちでさえ、互いの姿を確認するのに目を凝らさないといけない暗さだ。そんな暗闇で光もなしに何をしている？なぜ俺たちと同じように動いてんだ？ふざけんなよ。誰か俺たちをつけてやがんのか。近づかれている気配はないよな。向こうはさっきからずっと同じくらいの位置だし。A が言うように森に入ってからここまでの20分ほど、俺たちとその音との距離は一向に変わっていなかった。近づいてくるわけでも遠ざかるわけでもない。終始同じ距離を保ったままだった。監視されてんのかな。そうだよな。そんな感じだよな。カルト教団とかならなんか変な装置とか持ってそうだしよ。音から察すると複数ではなく一人がずっと俺たちにくっついているような感じだった。しばらく足を止めて考え、下手に正体を探ろうとするのは危険と判断し、一応辺りを警戒しつつそのまま先へ進むことにした。それからずっと音につきまとわれながら進んでいたが、やっと柵が見えてくると音なんかどうでもよくなった。音以上に
その柵の様子の方が意味不明だったからだ。三人とも見るのは初めてだったんだが、想像以上のものだった。同時にそれまでなかったある考えが頭によぎってしまった。普段は霊なんてバカにしている俺たちから見ても、その先にあるのが現実的なものでないことを示唆しているとしか思えない。それも半端じゃなくやばいものが。まさかそういう意味で曰くつきの場所なのか。森へ入ってから初めて、今俺たちはやばい場所にいるんじゃないかと思い始めた。おい、これをぶち破って奥に行けってのか？誰がどう見ても普通じゃねえだろこれ。うっせえな。こんなんでビビってんじゃねえよ。柵の異常な様子にひるんでいた俺と A を怒鳴り、 B は持ってきていた道具あれこれで柵をぶち壊し始めた。破壊音よりも鳴り響く無数の鈴の音がすごかった。しかしここまでとは想像をしていなかったため、持参した道具じゃ貧弱すぎた。というか、不自然なほどに頑丈だったんだ。特殊な素材でも使ってんのかってぐらいびくともしなかった。結局よじ登るしかなかったんだが、網のおかげで登るのは割と簡単だった。だが柵を越えた途端、激しい違和感を覚えた。閉塞感というのかな。檻に閉じ込められたような息苦しさを感じた。A と B も同じだったみたいで、踏み出すのをためらっていたんだが、柵を越えてしまったからにはもう行くしかなかった。先へ進むべく歩き出してすぐ、三人とも気づいた。ずっとつきまとっていた音が柵を越えてからばったり聞こえなくなったことに。正直そんなもんももうどうでもいいとさえ思えるほど嫌な空気だったが、A が放った言葉でさらに嫌な空気が増した。もしかしてさ、そいつずっとここにいたんじゃねえか？この柵、こっから見える分だけでも出入り口みたいのはないしさ、それで近づけなかったんじゃ。んなわけねえだろ。俺たちが音の動きに気づいていた場所ですら、こっからじゃもう何も見えねえんだぞ。それなのに入った時点から俺たちの様子がわかるわけねえだろ。普通に考えれば B の言葉が正しかった。禁止区域と森の入り口はかなり離れている。時間にして40分ほどと書いたが、俺たちだってちんたら歩いていたわけじゃないし、距離にしたらそれなりの数字にはなる。だが現実のものじゃないかもという考えがよぎってしまったことで、 A の言葉を頭では否定できなかった。柵を見てから絶対やばいと感じ始めていた俺と A を尻目に、 B だけががぜん強気だった。
例だかなんだか知らねえけどよ。お前の言う通りだとしたら、そいつはこの柵から出れねえってことだろ。そんなやつ、大したことねえよ。そう言って奥へ進んでいった。柵を越えてから2、30分ほど歩き、うっすらと反対側の柵が見え始めたところで不思議なものを見つけた。特定の6本の木にしめ縄が張られ、その6本の木を6本の縄でくくり、六角形の空間が作られていた。柵にかかっているのとは別の正式なものっぽい詩でもかけられていた。そしてその中央に賽銭箱みたいなのがポツンと置いてあった。それを目にした瞬間は三人とも言葉が出なかった。特に俺と A はマジでやばいことになってきたと焦ってさえいた。バカな俺たちでもしめ縄が通常どんな場で何のために用いられているものかなんとなくは知っている。そういう意味でもここを立ち入り禁止にしているのは間違いなく目の前のこの光景のためだ。俺たちはとうとう来るとこまで来てしまったわけだ。お前の親父が言っていたの、多分これのことだろ。暴れるとか無理。明らかにやばいだろう。だが B は強気な姿勢を崩さなかった。別に悪いもんとは限らねえだろ。とりあえずあの箱見てみようぜ。宝でも入ってっかもな。B は縄をくぐって六角形の中に入り、箱に近づいてった。俺と A は箱よりも B が何をしでかすかが不安だったが、とりあえず B に続いた。野ざらしで雨とかにやられたせいか、箱は錆だらけだった。上部は蓋になっていて、網目で中が見える。だが、蓋の下にまた板が敷かれていて、結局見れない。さらに箱には、チョークか何かですごいのが書いてあった。多分、家紋的な意味合いのものだと思うんだが、前後、左右それぞれの面に、いくつも紋章みたいなのが書き込まれてて、しかも全部違うやつ。ダブっているのは一個もなかった。俺と A は極力触らないようにし、構わず触る B にも乱暴にはしないよう注意をさせながら箱を調べてみた。どうやら地面にそこを直接固定してあるらしく、大して重さは感じないのに持ち上がらなかった。中身をどうやって見るのかと隅々までチェックをすると、後ろの面だけ外れるようになっているのに気がついた。お、ここだけ外れるぞ。中見れるぜ。B が箱の一面を取り外し、俺と A も B の後ろから中を覗き込んだ。箱の中には四隅にペットボトルのような形の壺が置かれていて、その中には何か液体が入っていた。箱の中央に
先端が赤く塗られていた5センチぐらいの楊枝みたいなものが変な形で置かれていた。こんな形で6本、接する4箇所だけ赤く塗られている。なんだこれ、爪楊枝か。なあ、ペットボトルみてえな中になんか入ってるぜ。気持ち悪いな。ここまで来てペットボトルと爪楊枝かよ。意味わかんねえ。俺と A はペットボトルみたいな壺を少し触ってみたぐらいだったが、 B は手に取って匂いを嗅いだりしていた。元に戻すと、今度は爪楊枝を触ろうと手を伸ばした。ところが汗をかいていたのか、指先に一瞬くっつき、そのせいで離すときに形がずれてしまった。その瞬間、俺たちが来た方とは反対、六角形地点のさらに奥に、うっすらと見えている柵の方から、ものすごい勢いで鈴の音が鳴った。さすがに3人とも、うわっと声を上げてビビり、一斉に顔を見合わせた。誰だよ畜生、ふざけんなよ。 B はその方向へ走り出した。おいバカ、そっち行くなって。おい B、 やべえって。慌てて後を追おうと身構えると、 B は突然立ち止まり、前方に懐中電灯を向けたまま動かなくなった。なんだよ、振りかよ。と俺と A がほっとして急いで近づいていくと、 B の体が小刻みに震え出した。なあ、どうした？言いながら無意識に照らされた先を見た。 B の懐中電灯は立ち並ぶ木々の中の一本、その根元あたりを照らしていた。その影から女の顔がこちらを覗いていた。ひょこっと顔半分だけを出して、眩しがる様子もなく俺たちを眺めていた。上下の歯をむき出しにするように、いっと口を開け、目は座っていた。うわー。誰のものかわからない悲鳴と同時に、俺たちは一斉に振り返り走った。頭は真っ白で、体が勝手に最善の行動をとったような感じだった。互いを見合わす様子もなく、それぞれが必死で柵へ向かった。柵が見えると一気に飛びかかり、急いでよじ登る。上まで来たらまた一気に飛び降り、すぐに入り口へ戻ろうとした。だが混乱しているのか、 A がうまく柵を上がれず、なかなかこっちへ来ない。A、早く。おい、早くしろよ。 A を待ちながら、俺と B はどうすりゃいいのかわからなかった。なんだよあれ、なんなんだよ。知らねえよ、黙れ。みんな完全にパニック状態だった。その時、
凄まじい大音量で鈴の音が鳴り響き、柵が揺れ出した。なんだ？どこからだ？俺と B はパニック状態になりながらも周囲を確認した。入り口とは逆、山へ向かう方角から鳴り響き、近づいているのか、音と柵の揺れがどんどん激しくなってくる。やばい、やばい、やばい。まだかよ。早くしろよ。俺たちの言葉が余計に A を混乱させていたのは分かってはいたが、せかさないわけにはいかなかった。A は無我夢中で必死で柵をよじ登った。A がようやく登り切ろうかというその時、俺と B の視線はそこになかった。ガタガタと震え、体中から汗が吹き出し、声を出せなくなった。それに気づいた A も柵の上から俺たちが見ている方向を見た。山の方角にずらっと続く柵を伝った先、しかもこっち側にあいつが張り付いていた。顔だけかと思ったそれは裸で上半身のみ、右腕左腕が3本ずつあった。それらで器用に網と有刺鉄線を掴んで、いっと口を開けたまま巣を渡る雲のようにこちらへ向かってきていた。とてつもない恐怖。A がとっさに上から飛び降り、俺と B に倒れ込んできた。それではっとした俺たちはすぐに A を起こし、一気に入り口へ走った。後ろは見れない。前だけを見据え、ひたすら必死で走った。全力で走れば30分もかからないだろうに、何時間も走ったような気分だった。入り口が見えてくると、何やら人影も見えた。おい、まさか。3人とも急停止をし、息を飲んで人影を確認した。誰だかわからないが、何人かが集まっている。あいつじゃない。そう確認できた途端に、再び走り出し、その人たちの中に飛び込んだ。おい、出てきたぞ。まさか、本当にあの柵の先に行っていたのか？おい、急いで奥さんに知らせろ。集まっていた人たちはざわざわとした様子で俺たちに駆け寄ってきた。なんて話しかけられたかすぐにはわからないぐらい、3人とも頭が真っ白で放心状態だった。そのまま俺たちは車に乗せられ、すでに3時を回っていたにもかかわらず、行事の時とかに使われる集会所に連れて行かれた。中へ入ると、うちは母親と姉貴が来ていた。A は親父、B はお母さんが来ていた。B のお母さんはともかく、ろくに会話をしたことすらなかったうちの母親まで泣いていて、A もこの時の親父の表情は
普段見たことないようなもんだったらしい。みんな無事だったんだね。本当によかった。B のお母さんとは違い、俺は母親に殴られ、A も親父に殴られた。だが、今まで聞いたことのない温かい言葉をかけられた。しばらくそれぞれが家族と接したところで、B のお母さんが話した。ごめんなさい。今回のことは、うちの主人、ひいては私の責任です。本当に申し訳ありませんでした。本当に。と、何度も頭を下げた。子供の前で親がそんな姿を晒しているのは、やっぱり嫌な気分だった。もういいだろう、奥さん。こうしてみんな無事だったんだから。そうよ、あなたのせいじゃない。この後、ほとんど親同士で話が進められ、俺たちはポカンとしていた。時間が遅かったのもあって、無事を確認し合って終わりっていう感じだった。この時は何の説明もないまま解散した。一夜明けた次の日の昼ごろ、俺は姉貴に叩き起こされた。目を覚ますと、昨夜の続きかと思うぐらい姉貴の表情がこわばっていた。なんだよ。B のお母さんから電話。なんかやばいことになってるよ。受話器を受け取り電話に出ると、すごい剣幕で叫んできた。B が B がおかしいのよ。昨夜あそこで何をしたの？柵の先へ行っただけじゃなかったの？とても会話になるような雰囲気ではなく、一旦電話を切って、俺は B の家へ向かった。同じ電話を受けたらしく、A も来ていて、二人で B のお母さんに話を聞いた。話によると、B は昨夜家に帰ってから急に両手両足が痛いと叫び出した。痛くて動かせないということなのか、両手両足をピンと伸ばした状態で倒れ、その体勢で痛い、痛いとのたうち回っていたらしい。お母さんが何とか対応しようとするも、痛えよと叫ぶばかりで意味がわからない。必死で部屋までは運べたが、ずっとそれが続いているので、俺たちはどうなのかと思い電話をしてきたということだった。話を聞いてすぐ B の部屋へ向かうと、階段から叫んでいるのが聞こえた。痛ってよ、痛えよと繰り返している。部屋に入ると、やはり手足はピンと伸びたままのたうち回っていた。おい、どうした？しっかりしろ。どうしたんだよ。俺たちが呼びかけても、痛えと叫ぶだけで目線すら合わせてくれない。どうなってんだ。
俺と A は何が何だかさっぱりわからなかった。一度お母さんのところに戻ると、さっきとは打って変わって静かな口調でこう聞かれた。あそこで何をしたのか話してちょうだい。それで全部わかるの。昨日あそこで何をしたの？何を聞きたがっていたのかはもちろん分かってはいたが、答えるためにあれをまた思い出さなければいけないのが苦痛となり、うまく伝えられなかった。あれを見たっていうのが大部分を占めてしまっていたせいで、何が原因かってのがすっかり置いてけぼりになってしまっていた。何を見たかではなく、何をしたかと尋ねる B のお母さんは、それを指摘しているようだった。B のお母さんに言われ、俺たちは何とか昨夜のことを思い出し、原因を探った。何を見たかなら、俺たちも今の B と同じ目に遭っているはず。だが、何をしたか、でも、あれに対してほとんど同じ行動だったはずだ。箱だって俺たちも触ったし、ペットボトルみたいなのも一応俺たちも触っている。あとは、用事。二人とも気づいた。用事だ。あれには B しか触っていないし、形もずらしちゃってる。しかも元に戻してない。俺たちはそれを B のお母さんに伝えた。するとみるみる表情が変わり、震え出した。そしてすぐさま棚の引き出しから何らかの紙を取り出し、それを見ながらどこかに電話をかけた。俺と A は様子を見守るしかなかった。しばらくどこかと電話で話した後、戻ってきた B のお母さんは震える声で俺たちに言った。あちらに伺う形ならすぐにお会いしてくださるそうだから、今すぐ帰って用意しておいてちょうだい。あなたたちのご両親には私から説明しておくわ。何も言わなくても準備してくれると思うから。あさってまたうちに来てちょうだい。意味不明だった。誰に会いにどこへ行くって。説明を求めてもはぐらかされ、すぐに帰らされた。一応二人ともまっすぐ家へ帰ってみると、何を聞かれるでもなく、必ず行ってきなさいとだけ言われた。意味が全くわからんまま、2日後に俺と A は B のお母さんと3人である場所へ向かった。B は前日にすでに連れて行かれたらしい。ちょっと遠いのかなぐらいだと思っていたが、町どころか県さえ違う。新幹線で数時間かけて、さらに駅から車で数時間。絵に描いたような深い山奥の村まで連れて行かれた。その村のまたさらに外れの方、ある屋敷に俺たちは案内された。でかくて
古いお屋敷で、離れや蔵なんかもある、すごい立派なもんだった。B のお母さんが呼び鈴を鳴らすと、おっさんと女の子が俺たちを出迎えた。おっさんの方はその筋みたいな柄の悪い感じで、スーツ姿。女の子は俺たちより少し年上ぐらいで、白装束に赤い袴、いわゆる巫女さんの姿だった。挨拶ではどうやら巫女さんのおじらしい。おっさんは普通によくある名字を名乗っていたんだが、巫女さんは葵勘定というよくわからない名を名乗っていた。名乗ると言っても一般的な認識とは全く違うものらしい。よくわからんが、要するに彼女の家の素性は一切知ることができないってことみたい。実際俺たちはその家や家族たちについて何も知らないけど、とりあえずここでは見やすいように葵って書くわ。ただ広い屋敷に案内され、わけもわからんまま物々しい雰囲気で話が始まった。息子さんは今安静にさせてますわ。この子らが一緒にいた子ですか？はい、この三人であの場所へ行ったようなんです。そうですか。君ら、わしらに話してもらえるか？どこに行った？何をした？何を見た？できるだけ詳しくな。突然話を振られて戸惑ったが、俺と A はなんとか詳しくその夜の出来事をおっさんたちに話した。ところが用事の下りで、こら、今なんつった？といきなりドスの効いた声で言われ、俺たちはますます状況が飲み込めず混乱してしまった。はい。てめえら、まさかあれを動かしたんじゃねえだろうな。身を乗り出し、今にも掴みかかってきそうな勢いで怒鳴られた。すると葵がそれを制止し、蚊の鳴くようなか細い声で話し出した。箱の中央、小さな棒のようなものがある形を示すように置かれていたはずです。それに触れましたか？触れたことによって少しでも形を変えてしまいましたか？あの、動かしてしまいました。形もずれちゃってたと思います。形を変えてしまったのはどなたか覚えていらっしゃいますか？触ったかどうかではありません。形を変えたかどうかです。俺と A は顔を見合わせ B だと告げた。するとおっさんは身を引いてため息をつき、 B のお母さんにこう言った。お母さん、残念ですがね、息子さんはもうどうにもならんでしょう。わしは詳しく聞いてはいなかったが、あの症状なら他の原因も考えられる。まさかあれを動かしていたとは
思わなかったんでね。そんな。それ以上の言葉もあったんだろうが、B のお母さんは言葉を飲み込んだような感じで、しばらくうつむいていた。口には出せなかったが、俺たちも同じ気持ちだった。B はもうどうにもならんってどういう意味だ？一体何の話をしてんだ？そう問いたくても声にできなかった。俺たち三人の様子を見て、おっさんはため息混じりに話し出した。ここでようやく俺たちが見たものに関する話がされた。俗称はなりじゃら、なりだら、カンカンじゃら、カンカンだらなど、知っている人の年代や家柄によって呼び方はいろいろあるらしい。現在では一番多い呼び方は単にだら。おっさんたちみたいな特殊の家柄ではカンカンだらの呼び方が使われるらしい。もはや神話や伝説に近い話。人を喰らう大蛇に悩まされていたある村の村人たちは、神の子として様々な力を代々受け継いでいた。ある巫女の家に退治を依頼した。依頼を受けたその家は、特に力の強かった一人の巫女を大蛇討伐に向かわせた。村人たちが影から見守る中、巫女は大蛇を退治すべく懸命に立ち向かった。しかし、わずかな隙を突かれ、大蛇に下半身を食われてしまった。それでも巫女は村人たちを守ろうと様々な術を使い、必死で立ち向かった。ところが下半身を失っては勝ち目がないと決め込んだ村人たちは、巫女を生贄にする代わり、村の安全を保証してほしいと大蛇に持ちかけた。強い力を持つ巫女を疎ましく思っていた大蛇は、それを承諾。食べやすいようにと村人たちに腕を切り落とさせ、だるま状態の巫女を食らった。そうして村人たちは一時の平穏を得た。後になって巫女の家の者が思案した計画だったことが明かされる。この時の巫女の家族は6人。異変はすぐに起きた。大蛇がある日から姿を見せなくなり、襲う者がいなくなったはずの村で、次々と人が亡くなっていった。村の中で、山の中で、森の中で、亡くなった者たちは皆右腕、左腕のどちらかがなくなっていた。18人が死亡。巫女の家族6人を含む。生き残ったのは4人だった。おっさんと葵が交互に説明をした。これがいつからどこで伝わったのかはわからんが、あの箱は一定の周期で場所を移して供養されてきた。その時々によって管理者は違う。箱に家紋みてえのがあったろ。
あれは今まで供養の場所を提供してきた家々だ。うちみてえな家柄のもんで、それを審査する集まりがあってな。そこで決められている。稀に自ら志願してくるバカもいるがな。管理者以外にはカンカンダラに関する話は一切知らされない。付近の住民には曰くがあるってことと、万が一の時の相談先だけが管理者から伝えられる。伝える際には相談役、つまりわしらみたいな家柄のもんが立ち会うから、それだけで曰くの意味を理解するわけだ。今の相談役はうちじゃねえが、至急っていうことで昨日うちに連絡が回ってきた。どうやらおととい B のお母さんが電話をしていたのは別のとこらしく、話を聞いた先方は B を連れてこの家を訪ね、話し合った結果、こっちに任せたらしい。B のお母さんは、俺たちがあそこに行っていた間に、すでにそこに電話をしていて、ある程度詳細を聞かされていたようだ。基本的に山もしくは森に移されます。ご覧になられたと思いますが、6本の木と6本の縄は村人たちを、6本の棒は巫女の家族を、四隅に置かれていた壺は生き残られた4人を示しています。そして6本の棒が成している形こそが巫女を表しているのです。なぜこのような形式が取られるようになったのか。箱自体に関しても、いつからあのようなものだったか、私の家を含め、今現在では伝わっている以上の詳細を知る者はいないでしょう。ただ、最も語られている説としては、生き残った4人が巫女の家で怨念を鎮めるためのありとあらゆる事柄を調べ、その結果、生まれた独自の形式ではないかということらしい。柵に関しては、鈴だけが形式に従ったもので、網とかはこの時の管理者によるものだったらしい。うちのもんでカンカンダラを払ったのは過去に何人かいるがな。その全員が2、3年以内に亡くなってんだ。ある日、突然な。ことを起こした当事者もほとんど助かっていない。それだけ難しいんだよ。ここまで話を聞いても、俺たち3人は完全に置いてかれてた。きょとんとするしかなかった。だが、事態はまた一変した。お母さん、どれだけやべえもんか、なんとなく分かったでしょ。さっきも言いましたが、棒を動かしてさえなければ、なんとかなりました。しかし、今回はダメでしょうな。お願いします。なんとかしてやれないでしょうか。私の責任なんです。どうかお願いします。B のお母さんは引かなかった。一遍たりともお母さんのせいだとは思えないのに、自分の責任にしてまで頭を下げ、必死で頼み続けていた。
でも泣きながらとかではなくて、何か覚悟をしたような表情だった。なんとかしてやりてえのはわしらも同じです。しかし棒を動かした上であれを見ちまったんなら、お前らも見たんだろう。お前らが見たのが大蛇に食われたっつう巫女だ。下半身も見たろ。それであの形の意味が分かっただろう。え？俺と A は言葉の意味が分からなかった。下半身？俺たちが見たのは上半身だけのはずだ。下半身っていうのは、上半身なら見ましたけど。それを聞いて、おっさんと葵が驚いた。おいおい、何言ってんだ。おめえら、あの棒を動かしたんだろ。だったら、下半身を見てるはずだ。あなた方の前に現れた彼女は、下半身がなかったのですか？では、腕は何本でしたか？腕は6本でした。左右3本ずつです。でも、下半身はありませんでした。俺と A は互いに確認しながらそう答えた。すると急におっさんがまた身を乗り出し、俺たちに詰め寄ってきた。間違いねえのか？本当に下半身を見てねえんだな。はい、見ていません。おっさんは再び B のお母さんに顔を向け、ニコッとしてこう言った。お母さん、なんとかなるかもしれん。おっさんの言葉に B のお母さんも俺たちも息を飲んで注目した。二人は言葉の意味を説明してくれた。巫女の怨念を浴びてしまう行動は二つあります。やってはならないのは、巫女を示すあの形を変えてしまうこと。見てはならないのは、その形が表している巫女の姿です。実際には棒を動かした時点で終わりだ。必然的に巫女の姿を見ちまうことになるからな。だが、どういうわけか、おめえらはそれを見ていない。動かした本人以外も同じ姿で見えるはずだから、おめえらが見てないなら、あの子も見てないだろう。見てないっていうのは、どういう意味なんですか？俺たちが見たのは。巫女本人であることには変わりありません。ですが、カンカンダラではないのです。あなた方の命を奪う意志がなかったのでしょうね。カンカンダラではなく、巫女として現れた。その夜のことは、彼女にとってはお遊戯だったのでしょう。巫女とカンカンダラは同一の存在であり、別の存在でもあるということらしい。カンカンダラが出てきてねえなら、今あの子を襲っているのは、葵が言うように、お遊び程度のもんだったんだろうな。わしらに任せてもらえば、長期間にはなるが、何とかしてやれるだろう。
緊迫していた空気が初めて和らいだ気がした。B が助かると分かっただけで十分だったし、この時の B のお母さんの表情は本当にすごかった。この何日かでどれだけ B を心配していたか、その不安とかが一気にほぐれたような、そういう笑顔だった。それを見て、おっさんと葵も雰囲気が和らぎ、急に普通の人みたいになった。あの子は正式にわしらで引き受けますわ。お母さんには後で説明させてもらいます。お前ら二人は一応葵に払ってもらってから帰れ。今後は怖いもの知らずもほどほどにしとけよ。この後 B に関して少し話をした後、お母さんは残り、俺たちはお祓いをしてもらってから帰宅した。この家の決まりだそうで B には会わせてもらえず、どんなことをしたのかもわからなかった。転校扱いだったのか在籍してたのかは知らないが、これ以来一度も見ていない。まあ死んだとかいうことはなく、すっかり更生して今はちゃんとどこかで生活しているそうだ。ちなみに B の父親は一連の騒動に一度たりとも顔を出してこなかった。どういうつもりかは知らないが、俺と A も割とすぐ落ち着いた。理由はいろいろあったが、一番大きかったのはやっぱり B のお母さんの姿だった。ちょっとした後日談もあって、多分一番大変だったはずだ。母親ってのがどんなもんなんか考えさせられた気がした。それにこれ以来うちもんとこも親の方から少しずつ接してくれるようになった。そういうのもあって自然とバカはやらなくなった。一応他に分かったこととしては、特定の日に集まっていた巫女さんは相談役になった家の人。カンカンダラは危険だと重々認識されていながら、ある種の神に似た存在にされている。大蛇が山だか森だかの神だったらしい。それで年に一回神楽を舞ったり祝詞を奏上したりするんだと。あと俺たちが森に入ってから音が聞こえてたのは、カンカンダラは柵の中で放し飼いみたいになっているかららしい。でも六角形と箱のあれが封印みたいになっているらしく、棒の形や六角形を崩したりしなければ姿を見せることはほとんどないそうだ。供養場所は何らかの法則によって山や森の中の限定された一部分が指定されるらしく、入念に細かい数字まで出して範囲を決めるらしい。基本的にその区域からは出られないらしいが、柵などで囲んである場合は俺たちが見たみたいに外側に張り付いてくることもある。分かったのはこれぐらい。俺たちの住んでいるところからはもう移されたっぽい。二度と行きたくないから確かめてはないけど、1年近く経ってから柵の撤去が始まっていたから、
多分今は別の場所にいるんだろうな。尻尾。これは俺の曽祖父正雄が体験した話です。大正時代の話です。正雄は狩りが趣味だったそうで、暇さえあればよく山狩りに行き、イノシシや野ウサギ、キジなどを取っていたそうです。猟銃の腕も大変名人だったそうで、狩り仲間の間ではちょっとした有名人だったそうです。その日はカラッと晴れた五月晴れで、正雄は猟銃を担いで一人でいつもの山を登っていました。愛犬のタケルも一緒です。山狩りの経験が長い正雄は一人で狩りに行くことが多かったようで、その山には正雄が自分で建てた山小屋があり、取った獲物をそこで料理して酒を飲むのが一番の楽しみでした。その日は早朝から狩りを始めたのですが、獲物は全く取れませんでした。すでに夕方になっており、山の中は薄暗くなってきています。正雄は、あと1時間くらい頑張ってみるか、と思い、狩りを続けることにしました。それから30分ほど経った時です。正雄が今日の獲物をほぼ諦めかけていると、突然目の前に立派なイノシシが現れました。子連れです。正雄は狙いを定め、弾を撃とうとしましたが、突然現れた人間にびっくりしたイノシシは急反転して山道を駆け上がっていきました。正雄は一発撃ちましたが外れたようで、愛犬のタケルが真っ先にイノシシを追います。正雄もそれに続き、険しい山道を駆け上りました。15分ほど追跡したでしょうか。とうとう正雄はイノシシの親子を見失ってしまいました。タケルともはぐれてしまって途方に暮れていたとき、遠くでタケルの吠える声が聞こえてきました。その吠える声を頼りに正雄は山道を疾走しました。さらに10分ほど走ったところにタケルはいました。深い茂みに向かって激しく吠えています。そこは左右に巨大な松の木がそびえており、まるで何かの入り口のようにも見えました。正雄はそこをよく知っていました。狩り仲間の家そのもの周辺の土地に住むすべての人々の暗黙のタブー。絶対に入ってはいけない場所。正雄は幼い頃から何度も両親に聞かされていたそうです。あそこは山の神様がおるでな。うかつに入ったら食われてしまうど。しかし、なぜかその禁断の場所からさらに奥へ進むと、獲物が面白いように取れるのだそうです。ただ、掟を破り、そこに侵入した猟師などは、昔から行方不明者が後を絶たないそうです。しかし、タケルがその茂みに向かって果敢に吠えています。あのイノシシの親子が近くにいることは間違いないみたいです。
正雄は誘惑に負け、禁断の地へと足を踏み入れていきました。時刻は午後5時を過ぎており、まだなんとか周りは肉眼で見渡せますが、狩りをするにはもう危険な明るさです。タケルも先ほどから吠えるのをやめていました。さすがにもう諦めるかなと正雄が思っていたとき、再びタケルが突然と吠え出し、駆け出しました。正雄もそれを追い、50メートルほど走ったところで、タケルがうなり声を上げながら腰を落として威嚇の体勢をとっていました。とうとう見つけたかと正雄は思い、前方を見ると、そこは少し開けた広場のようになっていました。そこに黒い影がうずくまって何かを咀嚼するような音が聞こえてきました。凄まじいほどの獣臭があたりに漂っています。正雄は唾を飲み込み、地面に片膝をついて猟銃を構えました。イノシシじゃないな。正雄はそう判断しました。イノシシにしては体が細すぎるし、体毛もそんなには生えていません。狼かと一瞬そう思いましたが、この山の中に狼がいるなんて聞いたことも見たこともありません。よく見ると、それは地面に横たわった先ほどのイノシシの親子を食べていました。獲物を横取りされたように感じた正雄は、それに向かって猟銃の狙いを定め、撃とうとしましたが、引き金にかけた指が動きませんでした。それどころか、体が金縛りにあったかのように動かなかったんです。奥歯だけは恐怖のあまりにガチガチ鳴っています。そして正雄の気配に気づいたのか、それは食事をやめ、ゆっくりと正雄の方に顔を向けました。どう見てもそれは人間の顔だったそうです。しかも2、3歳くらいの赤子の顔。体長は1メートル50センチほどで、豹のような体。薄い体毛。わかりやすく言えば、豹の体に顔だけ人間の赤子といった風貌でした。化け物だ。正雄の恐怖は絶頂に達しました。それはイノシシの血でギトギトになった口を舌で舐め回しながら正雄に近づいてきます。殺される。正雄がそう思った瞬間、タケルがそれに飛びかかりました。タケルはそれの右前足に食らいつき、首を激しく振っています。それは人間の赤子そっくりの鳴き声を上げて、左足でタケルの鼻先をひっかいていました。正雄はしばらく唖然としていましたが、我に返ると体が自由に動くことに気がつきました。すぐさま一発撃ちます。不発です。正雄は猟銃の手入れを欠かさずやっており、今日も猟に出る前に最終確認をしたばかりです。もう一度引き金を引きました。不発です。正雄が手間取っているうちに、それはタケルの首筋に食らいつきました。タケルが悲壮な鳴き声を上げます。正雄は無我夢中で腰につけていた大型の山刀を振りかざし、こちらに背を向けているそれの背中に切りつけました。すると、
と、それは泣きましたが、まだ、タケルの首筋に噛みついたままでした。マサオはもう一度、山刀を振りかぶり、それの尻尾を切断しました。尻尾を切断されたそれは、と叫び声を上げて、森のさらに奥の茂みの中へと消えていきました。マサオはしばらくの間、呆然と立ち尽くしていましたが、タケルの苦しげな気遣いを聞いて、我に返りました。タケルの首筋には、人間の歯型そっくりの噛み跡がついていました。出血はしていましたが、傷はそれほど深くなく、マサオは消毒薬と布をタケルの首に当て、応急手当てをしてやりました。なんとか自力で歩ける様子でした。もたもたしていると、またあの化け物が襲ってこないとも限りません。マサオはタケルと共に急いで山道を降りました。やがてマサオの山小屋が見えてきました。ここからだとマサオの村まで30分とかかりません。安堵したマサオはさらに足を速めて村へと急ぎました。変だなぁとマサオが思ったのは、山小屋から下って15分ほど経った時です。同じ道をぐるぐると回っているような錯覚を感じました。この山はマサオが幼少の頃から遊び回っている山なので、道に迷うことなんかはまずありえないのでした。言い知れぬ不安を感じたマサオはさらに足を速めました。さらに15分経った時、そんなバカな。目の前にさっきの山小屋がありました。マサオは混乱しましたが、あまりの出来事に気が動転し、道を間違えたのだろうと、そう思ってもう一度いつもの同じ道を降りました。しかし、すぐさまマサオは絶望感に襲われてしまいました。どうしても山小屋に戻ってきてしまうのです。タケルも息が荒く、首に巻いた布からは血が滲んでいます。マサオは気が進みませんでしたが、今日は山小屋に泊まることに決めました。マサオが山小屋の中に入った時は、すでに午後8時を過ぎていました。急に安堵感、疲労感、空腹感がマサオを襲い、マサオは床に大の字になって寝転がりました。そして先ほど遭遇した化け物のことを考えていました。やっぱりあれは山の神さんじゃったんだろうか。そう思うと体の震えが止まらなくなり、マサオは気づきに山小屋に保存してある焼酎を飲み始めました。保存食用のイノシシの燻製もありましたが、あまり喉を通りませんでした。タケルに分けてやると喜んで食いつきます。今日は眠れねえな。そう思ったマサオは猟銃を脇に置き、寝ずの番をすることに決心しました。すると、何かを引っかくような音で、マサオは目が覚めました。疲労感や酒も入っていたので、いつの間にか寝てしまっていたようです。時計を見ると、午後1時過ぎでした。するとまた、その音は山小屋の屋根から聞こえてきます。タケルも目が覚めたようで、
低くうなり声を上げていました。正雄も無意識のうちに猟銃を手に取っていました。まさかあいつが来たんじゃなかろうか、そう思った正雄ですが、山小屋の外に出て確かめる勇気もなく、猟銃を握りしめて、ただ山小屋の天井を見つめていました。それから10分ほど、天井を爪で引っかくような音が聞こえていましたが、やがてそれらもやみました。正雄にとっては永遠に続く悪夢のような時間でした。音が止んでも、正雄は天井をずっと睨んだままでしたが、やがてボソボソっと人間のつぶやく声のような音が聞こえてきました。正雄は恐怖に震えながらも耳を澄まして聞いていると、急にタケルがすごい勢いで吠え始めました。そして何かが山小屋の屋根の上を走るような音が聞こえ、何か重いものが地面に落ちる音がしました。タケルは今度は山小屋の入り口に向かって吠え続けています。するとまた、ガリガリ、ガリガリ、さっき屋根の上にいた何かが山小屋の入り口の扉を引っかいているようです。タケルは尻尾を丸め、後退しながらも果敢に吠え続けています。誰だと思わず正雄は叫んでしまいました。猟銃を扉に向かって構えます。すると引っかくような音はやみ、今度はその扉の向こう側からはっきりと人間の子供のような声が聞こえてきました。しーぽ、しーぽ。あいつだ。正雄は恐怖に震えました。ガチガチとなる奥歯を噛みしめ、何の用だと叫びました。タケルはまだ吠え続けています。しーぽ、しーぽ。私の尻尾を返しておくれ。それははっきりと人間の言葉でそう言ったのです。正雄はたまらずに扉に向かって散弾銃を一発撃ちました。すると、奇妙な叫び声が扉の向こうから聞こえ、正雄は続けざまに2発、3発と撃ちました。散弾銃に開けられた扉の穴から真っ赤に血走った目が見えていました。人間の幼児そっくりの声でそれは言いました。しーぽ、しーぽ。私の尻尾を返しておくれ。尻尾なんて知らん。帰ってくれ。正雄は続けざまに引き金を引こうとしましたが、体が動きません。しーぽ、しーぽ。私の尻尾を返しておくれ。それは壊れたテープレコーダーのように、ただそれだけを繰り返していました。俺は尻尾なんか知らん。あっちに行ってくれ。再びガリガリと扉を引っかきながら、それは扉の穴から怒り狂った赤い目で正雄を見ながら繰り返し言います。タケルも吠えるのをやめて、尻尾を丸めて縮こまっています。私の尻尾を返しておくれ。俺じゃない。お前の尻尾なんて知らねえ。あっちに行け。正雄は固まったままの体で絶叫しました。
するとそれは、いいや、お前が切ったんだ。と叫び、扉を破って中に入ってきたのです。正雄の記憶は、それから途切れ途切れになっていました。扉を破って現れた幼児の顔、怒りをむき出しにした血走った目、鋭い前足の爪、自分の顔に受けた焼けるような痛み、それに飛びかかるタケル、無我夢中で散弾銃を撃つ自分。気がついた時には村の病院のベッドの上でした。なんと3日間も昏睡状態だったそうです。正雄の怪我は左頬に獣に引き裂かれたような裂傷、右足の骨折、体のあちこちに見られる擦り傷などのかなりの重傷でした。正雄は村人には熊に襲われたとだけ言いました。しかし、なんとなく正雄に何が起こったかを感づいたようで、次第に正雄は村八部のような扱いを受けていったのです。やがて正雄は東京に引っ越し、そこで結婚し、俺の祖父が生まれました。ちなみにこの話は、正雄が肺がんで亡くなる3日前に、俺の祖父に話して聞かせたそうです。地名は和歌山県のとある山深い山中での出来事だったとだけ言っておきます。ちなみに愛犬のタケルですが、まるで正雄を守るかのように正雄の上に覆いかぶさって亡くなっていたそうです。肉や骨などはほぼ完璧な状態で残っていたそうですが、なぜか内臓だけが一つも残らずきれいになくなっていたそうです。猿夢。私は夢を見ていました。昔から私は夢を見ているときに、たまに自分は今夢を見ているんだと自覚することがありました。この時もそうです。なぜか私は薄暗い無人駅に一人でいました。ずいぶん陰気臭い夢だなぁと思ってました。すると急に駅に正気のない男の人の声でアナウンスが流れました。まもなく電車が来ます。その電車に乗るとあなたは怖い目に遭いますよ。と意味不明なものでした。まもなくして駅に電車が入ってきました。ですが、それは電車というより、よく遊園地などにあるお猿さん電車のようなもので、数人の顔色の悪い男女が一列に座ってました。私はどうも変な夢だなぁと思いつつも、自分の夢がどれだけ自分自身に恐怖心を与えられるか試したくなり、その電車に乗ることに決めました。本当に怖くて、耐えられなければ目を覚ませばいいと、そう思ったからです。私は自分が夢を見ていると自覚している時に限って、自由に夢から覚めることができました。私は電車の後ろから3番目の席に座りました。あたりには生暖かい空気が流れていて、本当に夢なのかと疑うぐらいリアルな臨場感がありました。出発しますとアナウンスが流れ、電車は動き始めました。これから何が起こるのだろうと
私は不安と期待でドキドキしていました。電車はホームを出るとすぐにトンネルに入りました。紫色っぽい明かりがトンネルの中を怪しく照らしていました。私は思いました。このトンネルの景色は子供の頃に遊園地で乗ったスリラーカーの景色だ。この電車だってお猿さん電車だし、結局過去の私の記憶にある映像を持ってきているだけでちっとも怖くなんかないな。と、その時、またアナウンスが流れました。次は、池作りです。池作り？魚の？と考えていると、急に後ろからけたたましい悲鳴が聞こえてきました。振り向くと、電車の一番後ろに座っていた男の人の周りに4人のボロ切れのようなものをまとった小人が群がっていました。よく見ると男は刃物で体を裂かれ、本当に魚の池作りのようになっていました。強烈な臭気が辺りを包み、耳が痛くなるほどの大声で男は悲鳴を上げ続けました。男の体からは次々と内臓が取り出され、血まみれの臓器が散らばっています。私のすぐ後ろには髪の長い顔色の悪い女性が座っていましたが、彼女はすぐ後ろで大騒ぎしているのに黙って前を向いたまま気にも留めていない様子でした。私はさすがに想像を超える展開に驚き、本当にこれは夢なのかと思い始め、恐ろしくなり、もう少し様子を見てから目を覚まそうと思いました。気がつくと、一番後ろの席の男はいなくなっていました。しかし赤黒い血と肉の塊のようなものは残っていました。後ろの女性は相変わらず無表情に一点を見つめていました。すると、次はえぐり出しですとアナウンスが流れました。すると今度は二人の小人が現れ、ギザギザスプーンのようなもので後ろの女性の目をえぐり出し始めました。さっきまで無表情だった彼女の顔は痛みのためものすごい形相に変わり、私のすぐ後ろで鼓膜が破れるぐらい大きな声で悲鳴を上げました。目から眼球が飛び出しています。血と汗の匂いがたまりません。私は恐ろしくなり、震えながら前を向き、体をかがめていました。心が潮時だと思いました。これ以上付き合いきれません。しかも順番から行くと次は3番目に座っている私の番です。私は夢から覚めようとしましたが、自分には一体どんなアナウンスが流れるのだろうと思い、それを確認してからその場から逃げることにしました。すると、次はひき肉ですとアナウンスが流れました。最悪です。どうなるか容易に想像ができました。神経を集中させ、私は夢から覚めようとしました。夢を覚めろ、覚めろ、覚めろ。いつもはこう強く念じることで成功します。急にウィーンという機械の音が聞こえてきました。今度は
小人が私の膝に乗り、変な機械みたいなものを近づけてきました。多分私をミンチにする道具だと思うと怖くなり、夢を覚めろ、覚めろ、覚めて、と目を固くつぶり、一生懸命に念じました。ウィーンという音がだんだんと大きくなってきて、顔に風圧を感じ、もうダメだと思った瞬間に静かになりました。なんとか悪夢から抜け出すことができました。全身汗でびしょびしょになっていて、目からは涙が流れていました。私は寝床から台所に行き、水を大量に飲んだところで、やっと落ち着きました。恐ろしくリアルだったけど、所詮は夢だったのだからと自分に言い聞かせました。次の日、学校で会う友達全員にこの夢の話をしました。でもみんなは面白がるだけでした。所詮は私の夢だからです。それから4年間があっという間に過ぎました。大学生になった私はすっかりこの出来事を忘れ、バイトなんぞに勤しんでいました。そしてある晩、急に始まったのです。次はえぐり出し、えぐり出しです。あの場面からでした。私は、これはあの夢だとすぐに思い出しました。すると前回と全く同じで、二人の小人があの女性の眼球をえぐり出しています。私はやばいと思い、夢を覚めろ、覚めろ、覚めて、とすぐに念じ始めました。ですが、今回はなかなか目が覚めません。夢を覚めろ、覚めろ、覚めろ。すると、次はひき肉、ひき肉です。いよいよやばくなってきました。ウィーンと近づいてきます。夢を覚めろ、覚めろ、覚めろ、覚めてくれ。すると、ふっと静かになりました。どうやらなんとか逃げられたと思い、目を開けようとしたとき、また逃げるんですか？次に来たときは最後ですよ。と、あのアナウンスの声がはっきりと聞こえました。目を開けると、やはりもう夢からは完全に覚めており、自分の部屋にいました。最後に聞いたアナウンスは絶対に夢ではありません。現実の世界で確かに聞きました。私が一体何をしたというのでしょうか。それから現在までまだあの夢は見ていませんが、次に見た時にはきっと心臓麻痺か何かで死ぬと覚悟しています。こっちの世界では心臓麻痺でも、あっちの世界ではひき肉です。5年前、私が中学生だった頃、一人の友達を亡くしました。表向きの原因は精神病でしたが、実際はとある奴らに憑依されたからです。私にとっては忘れてしまいたい記憶の一つですが、先日古い友人と話す機会があり、あの時のことをまざまざと思い出してしまいました。アキラ、
たける、みずき、れん、そして私、皆、家業を継ぐことになっていて、高校受験を横目に、暇を持て余していました。学校も、私たちがサボったりするのは、受験組の邪魔にならなくていいと考えていたので、体育祭後は、朝学校に出てきてさえすれば、あとは抜け出しても、めったに怒られることはありませんでした。ある日、友人のアキラとタケルが近所の屋敷の話を聞いてきました。改築したばかりの家の持ち主が首をつって自殺して一家は離散。そこが空き家になってるって言うんです。サボった後のたまり場の確保に苦労していた私たちは、そこなら酒やタバコが思う存分できると考え、翌日すぐに昼から学校を抜けてそこに行きました。外から様子のわからないような立派なお屋敷で、こんなところに入っていいのか少しビビりましたが、アキラとタケルが大丈夫を連発しながらどんどん中に入っていきます。すでに調べをつけていたのか、勝手口が開いていました。書斎のようなところに入り、窓から顔を出さないようにして、こそこそと酒盛りを始めました。でも、大声が出せないので、すぐに飽きてきて、5人で家探しを始めました。すぐに水木が、あれ、なんだと、今いる部屋の壁の上の方に気がつきました。壁の上部に学校の音楽室や体育館の放送室のような感じの小さな窓が2つついているのです。よく見ると壁のこちら側にはドアがあって、ドアはこちら側からは本棚で塞がれていました。肩車すると左上の方の窓は手で開きました。今思うと、その窓から若干悪臭が漂っていることに、その時疑問を持つべきでした。それでも、その時のこっそり酒を飲みたいという願望には勝てず、無理やり窓から部屋に入りました。部屋はカビとホコリの匂いが漂っています。雨漏りしているのか、じめっとしていました。部屋は音楽室と言えるようなものではありませんでしたが、壁に手作りで防音材のようなものが貼ってあり、その上から壁紙が貼ってあることはわかりました。壁紙は湿気でカピカピになっていました。部屋の中は取り立てて調度品もなく質素な作りでしたが、小さな机が隅に置かれており、その上に真っ黒に塗りつぶされた写真が大きな枠の写真入れに入ってました。なんやこれ、気持ち悪い、と言って、友人のアキラが写真入れを手に取って持ち上げた瞬間、額裏から一枚の紙が落ち、その中から束になった髪の毛がバサバサと出てきました。紙はお札でした。みんな、やばっと思って声も出ませんでした。顔面蒼白のアキラを見て、タケルが急いで出ようと言い、逃げるようにタケルが窓によじ登った。その時、そっちの壁紙全部がふわっと剥がれました。
写真の裏から出てきたのと同じお札が壁一面に貼ってありました。酒に弱い水木はその場でうっと吐きそうになりました。よじ登るタケルの尻を私と蓮でぐいぐい押し上げました。何が何だかわけがわかりませんでした。後ろでは誰かがいーと声を出しています。きっとアキラです。たたられたのかもしれない。私たちは恐ろしくて振り返ることもできませんでした。無我夢中でよじ登って反対側の部屋に飛び降りました。蓮も出てきて部屋側からとろい水木を引っ張り出そうとすると、痛い、痛いよ、と水木が叫びます。引っ張んなよ足、と部屋の向こうではアキラらしき声がワンワン変な音でわめいています。水木はよほどすごい勢いでもがいているのか、水木の足がこっちの壁を蹴る音がズンズンしました。タケル、神主さん連れてこい。後ろ向きに蓮が叫びました。なんか、アキラについとる。裏に行って神社の神主さんを連れてきてくれ。タケルが縁側から裸足でダッシュしていき、私たちは窓から水木を引き抜きました。足大丈夫か？痛いか？痛くはないけど何かに噛まれた。見ると水木の靴下のかかとの部分は丸ごと何かに食いつかれたように丸く歯型がついて唾液で濡れていました。相変わらず中からはアキラの声がしますが、怖くて私たちは窓から中を見ることができませんでした。あいつ、俺をたたらんかな。たたるって何言ってんだよ。アキラはまだ生きてるんだぞ。出てくるとき、めちゃくちゃ蹴ってきた。縁側からトレーナー姿の神主さんが真っ青な顔して入ってきました。お前ら何をしよるんか、このバカ者が。一緒に入ってきたタケルはもう涙と鼻水でぐしょぐしょの顔になっていました。からお前らは帰れ。こっちから出て神社の裏から社務所に入って頼江さんに見てもらえ。あとおいといきなり私を捕まえ、後ろ手にひねり上げられました。後ろで何かザキッという音がしました。その後、よし、行けとそのままドンと背中を押されて、私たちはわけのわからないまま走りました。それから裏の山に上がって神社の社務所に行くと、中年の小さいおばさんが白い服を着て待っていました。めちゃくちゃ怒られたような気もしますが、それからあとは逃げた安堵感でよく覚えていませんでした。それからアキラが学校に来なくなりました。私のうちの親が神社から呼ばれたことも何回かありましたが、詳しい話は何もしてくれませんでした。ただ、山の裏には絶対に行くなとは言われました。私たちもあんな恐ろしい目にあったので、山なんて
行くはずもなく、学校の中でも小さくなって過ごしていました。期末試験が終わった日、生活指導の先生から呼ばれました。今までの積み重ねをまとめて、大目玉かな。殴られるな、これは。と覚悟して、進路室に行くと、私の他にも、タケルとレンがいました。神主さんも来ていました。生活指導の先生なんていませんでした。私が入ってくるなり、神主さんが言いました。あのな、心して聞いてくれ。水木が亡くなったんだよ。信じられませんでした。水木が昨日学校に来ていなかったことも、その時知りました。学校をサボって、こっちにいるアキラの様子を見に来たんだよ。病院の見舞いじゃないから、危ないってわかりそうなもんなんだけどね。裏の格子から座敷を覗いた瞬間に、ものすごい声を出して、いきなり倒れたんだよ。私が駆けつけた時には、白目を向いて虫の息だった。水木が亡くなったのに、そんな言い方はないだろうと思って、ちょっと口答えしそうになりましたが、神主さんは真剣な目で私たちの方を見ていました。いいか、アキラはもうおらんと思え。水木のことも絶対に今から忘れろ。あれは目が見えない。自分のことを知らん奴のところには月には来ない。あれのことを覚えとる奴がおったら、何年かかってもあれはそいつのところに来る。来たら取りつかれて死ぬことになる。それと後ろ髪は絶対に伸ばすなよ。もしあれに会って逃げたとき、あれは最初に髪を引っ張るからな。それだけ聞かされると、私たちは重い気持ちで進路室を出ました。あの時、神主さんは私の伸ばしていた後ろの髪をハサミで切ったのです。何かのまじない程度に思っていましたが、まじないどころではありませんでした。私は帰るその足で床屋に行き、丸坊主にしてもらいました。卒業して家業を継ぐっていう話は、その時から諦めなければいけませんでした。その後、私たちはバラバラの剣で進路につき、絶対に顔を合わせないようにしようと約束し、もし会っても他人のふりをすることにしなければなりませんでした。私は1年遅れて隣の県の高校に入ることができ、過去を忘れて自分の生活に没頭していました。もちろん髪は短く刈りました。しかし床屋で坊主を頼むとき、私は神主さんの話を思い出していました。今日来るか明日来るかと思いながら、長い3年が過ぎました。その後、さらに浪人して他県の大学に入ることができました。しかし、少し気を許して盆に帰省したのがいけませんでした。もともと私はおじいちゃん子で、祖父はその年の正月に亡くなっていました。急のことだったのですが、せめて盆くらいは帰ってこんかと
電話で両親も言っていました。それがいけないことでした。駅の売店で新聞を買おうと寄ったのですが、中学時代の彼女が売り子でした。彼女は私を見るなり、ボロボロと泣き出して、タケルとレンがそれぞれ亡くなったことをまくし立てました。タケルは卒業後、下宿の自室に閉じこもって首をくくっていたそうです。部屋は雨戸とカーテンが閉められ、部屋中の扉という扉を封印し、さらに自分の髪の毛をその上から一本一本几帳面に貼り付けていたということでした。ろうで自分の耳とまぶたに封をしようとした跡があったが、最後までそれをやらずに自害したという話でした。レンは17歳の夏に四国まで逃げたそうですが、松山の近郊の町でパンツ一枚でケタケタと笑いながら歩いているのが見つかったそうです。レンの後頭部は鳥がむしったように髪の毛が抜かれていました。レンのまぶたは閉じるのではなく、絶対に閉じないようにと自らナイフで切り取ろうとした、そんな跡があったそうです。この時ほど中学時代の人間関係を呪ったことはありませんでした。タケルとレンの末路なんて今の私にはどうでもいい話でした。つまりあれを覚えているのは私一人しか残っていないと気づかされてしまったんです。胸が強く締め付けられるような、そんな感覚で家に帰り着くと、家には誰もいませんでした。後で知ったことですが、私の地方は忌まわしといって、特に強い忌み事のあった家は、本家であっても初盆を奈良の寺で行うという風習があったのです。私は連れて来られたのでした。それから3日、私は9度以上の熱が続き、実家で寝込まなければなりませんでした。この時、私は死を覚悟しました。仏間に布団を敷き、なるだけ白い服を着て、水を飲みながら寝ていました。3日目の夜明けの晩、夢にアキラが立ちました。アキラは骨と皮の姿になり、黒ずんでいて白目でした。夢の内容はこうだった。お前、一人やな。うん。お前もこっちに来てくれよ。嫌だよ。水木がお前に会いたがってるぞ。いや、俺は会いたくない。お前が来ないと水木は毎日リンチに会う。逆さずりで口に靴下を詰めて蹴り上げられてよ。かわいそうだろ。嘘つけ。地獄がそんなに甘いわけないだろ。地獄か。地獄っちゅうのはな。と、そこで目を覚ましました。自分の息の音で、喉がヒーヒー音を立てていました。枕元を見ると、祖父の位牌にひびが入っていました。それから俺は、毎日あいつに取りつかれないか怯えて生きている。この世を去るのも時間の問題かもしれない。
先週の金曜のことなんだけど、会社の先輩の大村っていう男が亡くなった。もちろん直接現場を見たわけじゃないけど、マンションの自室で自分の両耳にボールペンを突き刺して亡くなっていたらしい。大村自身の手がペンをギュッと握りしめてたっていうんで、警察も事件性は認めずにすぐに自殺だって判断をした。会社の連中はそんな大村の死に様を随分不思議がっていたけど、俺は特に驚きもしなかった。それでも司法解剖っていうやつがどうしても必要らしくて、多分大村の体は詳しく調べられたんだと想像している。分かりきっていることを調べるために体をいじり回されるなんて、ちょっと気の毒だと思う。すぐに通夜があって、同じ課のやつらは課長を先頭に連れ立って公共斎場に行ったらしいけど、俺だけはどうしても外せない用事があるって課長に断って直帰した。周りから見たら不自然だったろうとは思うけど、通夜なんていう湿っぽくてみんなが押し黙っているようなそんな空間には今は耐えられそうにはないから。大村と俺は先輩後輩っていうこととはあまり関係はなく、仲が良かった。お互いに相手のマンションの所在地を知ってたって書けば、どの程度の仲だったかは伝わるかなと思う。3週間くらい前のあの日も、大村が会社帰りに俺の部屋に遊びに来ていた。俺らは缶ビールを飲みながら同僚の陰口ばかりを叩いていた。二人とも酒を飲むときは会話だけを楽しみたいっていうタイプだったから、テレビもつけなかったし、音楽を流したりもしなかった。我ながら暗いとは思うけど、そのうちに買いためてあったビールが尽きた。俺はアルコールがなくても会話が楽しめればそれでいいって思っていたんだけど、大村はそれじゃダメみたいだった。すぐに買いに行こうって言い出した。しぶしぶながらも大村を連れてマンションを出て近所のスーパーに買い出しに行った。店に入るとすぐに大村が「おい、なんだよあれ」ってニヤニヤしながら聞いてきた。指さす先を見ると、ボサボサの髪を腰まで垂らした女が買い物かごをぶら下げて野菜を選んでいた。別に何の変哲もないよくある光景だ。ただ一つ変わっているとしたら、女が大声で笑っていることだけ。レタスを手に取りながらいひゃいひゃって笑っているだけ。それすらも俺にしてみればやっぱり何の変哲もないよくある光景だ。ああ、あれ？笑い女だよ。説明しておくと、
笑い女は近所では有名な人物。パッと見はごく普通の若い女で、取り立ててどうこう言うべきところもない。確かに腰まである髪は傷み切っていてボサボサなんだけど、そんな女どこに行ったっているとは思う。ただ笑い女の変わっているところは、その呼び名通りにいつでもどこでも笑っているところ。いしょいしょ。っていう何かから空気が漏れるような、それでいてちょっと湿った感じの独特な笑い声をまき散らしていて、口の端からよだれを垂らしている。だからみんな笑い女とか、レジ打ちのおばちゃんもお笑いさんとか呼んでいる。ただそれだけの存在だ。気違い風ではあるけど、笑い声さえ気にしなければ誰に迷惑をかけるわけでもないから、周りの人はあんまり気にはしない。気にしたとしても嫌なものを見たってちょっとの間思うだけで、すぐにみんな見て見ぬふりをする。今になって思えば、その時の大村はかなり酔っていたと思う。俺、ちょっとからかってくるわ。とか言って、笑い女に近寄っていった。俺も酔っていたんだと思う。何しろ大村のことを止めようとはしなかったから。なあ、おい、あんた、何がそんなにおかしいんだよ。大村はぶっきらぼうな口調で笑い女に声をかけた。けれど笑い女は答えない。嫌な笑い声で笑うばかりだ。おい、答えてみろって。世の中こんなに不景気だっつうのに、何を楽しそうにしてやがんだよ。大村はそんな内容のことを言っていた。多分それまでは俺と一緒に陰口を叩くことで発散をしていたものが、酔いのせいで他人にまで向いてしまったんだと思う。やっぱり笑い女はいしょいしょ。って笑うだけで何も答えない。そんなことをしばらく繰り返してからは、大村は、なんだよこいつ、つまんな。おい、もう行こうぜ。って言って不機嫌そうにその場から離れた。俺らはカゴにスナック菓子とかを詰め込んでから酒の並んだ棚に行った。大村はすぐに缶ビールを手に取ってはいたけど、俺はビールに飽き始めていたから酎ハイをじっくり選ぶことにしたんだけど、そのうちに大村がうわっっていう叫び声を上げた。何かと思って振り返ってみると、大村と笑い女が至近距離で向き合っていた。例の笑い声と一緒に女の口から大村の顔に唾が飛んでいるのが見えた。それから大村が両手を突き出して
笑い女を押し倒すまでは一瞬だった。笑い女はふらふらっと倒れ、ペタンと尻餅をついて、それでもいしょ、いしょ。って笑い続けていた。買い物客とか店員とかが遠巻きに二人を眺めていて、俺も気まずくなってきたから適当に酎ハイを選んで大村と一緒にそそくさと会計を済ませた。俺は笑い女に謝ろうかとも思ったけど、事情がよくわからないし、俺が謝るのも変な気もしてやめておいた。何があったのかを聞くと、大村が言うには、お前が酒選んでるのを眺めてぼーっとしてたら、耳元で気持ちの悪い笑い声が聞こえてきたんだ。驚いて振り返ったら、すぐ目の前にあの女の顔があった。それで気味が悪かったから、とっさに笑い女を突き飛ばしたっていうことらしい。それからよく見たら、あいつって何かを付け加えかけたんだけど、途中で口ごもって最後までは聞かせてくれなかった。部屋に帰ってからまた二人で飲み始めた。でも大村はさっきのことで罰が悪いのか元気がなくて、ふとした拍子に会話が途切れてしまって、お互いに黙ってしまうようなことが多くなった。そんな感じで会話が途切れると、大村はキョロキョロと視線を動かしたりする。そのうちに、なんかゲームないの？ゲームやろうぜって大村が言い出した。こいつがゲームで遊びたがるなんて珍しいなぁとは思いつつも、新無双3で遊んだ。二人ともすぐに熱中しだして、大村もいつも通りの元気な感じになってきた。そうこうしているうちにバスがなくなるっていう時間になって、大村は帰っていった。この時の俺はスーパーでのことなんか完全に忘れていたと思う。次の日から大村の行動がおかしくなり始めた。まずやたらとウォークマンで音楽を聴くようになった。別にそれ自体はおかしなことではないけど、出勤途中に顔を合わせてこっちから声をかけても、軽く手を挙げるだけでイヤフォンを外そうとはしなかった。近寄ってみると、ものすごい大音量で聞いているみたいで、やたらと音漏れをしていた。ちょっと感じ悪いなぁとは思ったけど、その時は別に何も言わないでおいた。それが昼休みにまで音楽を聴くようになった。昼飯に誘おうとしても、大村はそそくさとイヤホンをつけて一人でどっかに行ってしまう。仕事中にまでイヤフォンを外さなくなった。さすがにこれはおかしい。そう思っていたら、大村よりもさらに上の先輩が大村を怒鳴りつけた。それからは仕事中に音楽を聴くようなことはなくなったけど、
代わりに独り言を言うようになった。しかも、うるさいとか、あーとか大声で言う。周りが注意してもやめようとはしない。正直みんな気味悪がっていた。俺は見るに見かねて退勤してから大村を呼び出して話をすることにした。大村は最初俺と話すのを渋ったけど、賑やかなところでだったら話すって言い出したからファミレスに連れ出した。ファミレスはそこそこの混み具合で、高校生っぽいのが大声ではしゃいだりしていた。それから俺が最近のお前はおかしいって切り出すと、大村は自分でもわかってるって言った上で一人でに話し始めた。なかなか要領を得ない話だったんだけど、大雑把にまとめるとこんな感じ。例のスーパーでの一件以降、ふとした拍子に笑い女のイヒャイヒャイヒャっていう笑い声が聞こえるようになったんだ。はじめはかすかに聞こえるっていう程度で空耳かもかと思っていたんだけど、ちょうど背後からだんだん近づいてきているような、そんな感じで、日を追うごとに笑い声は大きくなってきてるんだ。周りで何かの音、音楽とか人の声とかがしているような時には笑い声は聞こえてこないんだけど、ふと無音状態になるとイヒャイヒャイヒャっていう声が聞こえてくる。今では少しくらいあたりが騒がしくっても、それ以上のボリュームで笑い声が聞こえてくることもあるんだ。何より辛いのは、夜中で寝ようと思って電気を消すと、真夜中に鳴り響くような勢いで笑い声が襲ってくる。とてもじゃないけど、眠りにつくことなんてできないんだ。まとめるとさっぱりしているけど、実際には話している途中でいきなり大声を出したり、あいつがって泣きそうな声で繰り返したりするから、内容をつかむにはかなり時間がかかった。しまいにはあの女に呪われたとか、あいつ幽霊なんじゃないかとか言い出す始末。俺が何よりもまず思ったのは、大村は変な妄想に取りつかれているっていうこと。笑い女は幽霊なんかではないし、ただちょっと変わった女でしかないんだ。その証拠に、あの日以降も俺は笑い女がスーパーで買い物をしているところも何度も見ている。確実に実在する人間だ。笑い声が独特で気味が悪いから耳に残ったっていうのと、大村なりの罪悪感みたいなものが妄想の原因だと思った。だいたいスーパーに出る幽霊っていうのもなんだか間抜けだと思う。そう言って聞かせても、大村はまるでこっちの言うことを
聞こうとはしない。呪いとか幽霊とかを繰り返すばかり。俺はだんだんイライラしてきて、そんなに言うなら一緒にスーパーに行こうよって切り出した。大村の言っていることのバカバカしさにも腹が立っていたし、相手が現に実在しているただの女だって認識すれば、変な妄想もなくなるんじゃないかとそう思ったから。もちろん大村は強烈に嫌がってはいたけど、俺は大村を無理やり引きずるようにしてレストランから出て電車へ乗って例のスーパーに再び向かった。電車の中でも大村はブツブツつぶやいてビビっていた。やっとスーパーの前まで着いたところで、大村がやっぱり嫌だって言い出した。絶対に中には入りたくないって。仕方がないから店の前の駐車場で店内を覗こうって俺が提案をした。それでも大村は帰るって言い出したけど、俺はあいつの肩をがっちり押さえて逃げ出せないようにした。ちょっとだけ弱者をいたぶるような気持ちもあったと思う。けれどガラス越しに店内を眺め渡しても笑い女はいなかった。いつも笑い女と出くわす時間はだいたいこの時間くらいだから、きっといるだろうと思ったのが失敗だったのかもしれない。まずいなと思った。ここで笑い女を見ておかないと、大村は余計にあいつは幽霊だって思い込むかもしれないから。それでももう少し待てば、いつものように買い物に現れるかもしれないって俺は粘った。そのうちに大村が両耳を塞いでガタガタ震え出した。聞こえるよ、聞こえるよって子供が泣きじゃくってるみたいな、そんな調子で鼻水を垂らしてこう言った。やっぱ呪われたんだよ。でも俺はそれが笑い女の呪いなんかで聞こえてるわけじゃないってはっきり気づいていた。なぜなら、イヒャイヒャっていう笑い声は大村だけじゃなくて俺にも聞こえていたから。首だけを横に向かって振り返ると、俺に肩をつかまれた大村の真後ろに笑い女が立っていた。いひゃいひゃ。で笑いながらよだれを垂らしている。俺は大村が絶対に後ろを振り向かないように肩を押さえる手に力を込めた。ただでさえ笑い女を怖がっている大村がこんな至近距離で当の本人と向かい合うのは絶対にまずい。少しすると笑い女はスーパーとは逆の方向に笑いながら去っていった。去り際に笑い女の顔が俺の方を向いた。俺はそれまで笑い女を遠巻きに見たことはあっても、こんな至近距離で真正面から見るのは初めてだった。口は
にんまり開かれているのに、ボサボサの髪の中でこっちを向いている目は全然笑っていなかった。でも怖いと思ったのはそんなことじゃなくて、笑い女の口そのものだった。よだれが唇の端で泡になっている。笑い女の口には歯がなかった。それから俺はずいぶん自分勝手なことをしていたと思う。何も知らずにまだ震えている大村を無理やりバスに乗せて一人で帰らせた。もうその時の俺にとって大村の妄想はどうでもよかった。ただただ自分が見たものの気味悪さが恐ろしくて、早く自分の部屋に帰りたいっていう一心だった。その日以来、大村は会社に出てこなくなった。最初はみんな、あいつこの年末にサボりかよとか言っていたけど、あまりにも無断欠勤が続いたから、いくらなんでもこれはおかしいっていう話になった。そのうちに大村が亡くなったことが分かったのが先週の金曜。今となっては大村も気づいていたのかは分からないけど、俺にははっきり分かっていることが一つだけある。笑い女のいひゃいひゃってのは笑い声なんかではない。よく聞くと、いた、いた、いたって言ってるんだ。